どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前アップしていた60センチ成果石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？忘れたって人は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひ見てやってください。即興で立ち上げた割には結構気に入っていた水槽だったんですが、度重なるスネール駆除によってニューラージパールグラスが悲惨なことになってしまったためリセットしてしまいました。さすがにあの悲惨な状態で水槽を維持していくのはモチベーション的にも労力的にも厳しかったので、リセット自体は致し方なかったです。ただそこから空になった水槽をそのままにしており、なかなか新しいレイアウトを作ってなかったんですよね。その間ちょうど4ヶ月。水槽の数が少ない場合はリセットしてすぐ新しいレイアウトに取り掛かると思うんですが、16個以上の水槽を維持しながら動画制作をしている関係上、毎回間が空いちゃうんです。というか自分のレイアウトセンスがなさすぎて立ち上げに時間がかかることが一番の原因ではあるんですけど、そんな長らく空になっていた水槽、ようやく新たなレイアウトを立ち上げようと腰を上げることができたので、今回は久しぶりに水槽立ち上げの映像をお見せしていきます。いろいろ下準備をしていた水槽なので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、今回は最近ハマっている立ち上げ方法で立ち上げていきます。使用するのはこちら、レイアウト専用 ADA ボックス。こちらは以前30センチキューブ水槽の仮組みセットとして作ったものの60センチバージョンです。本当は60センチ水槽用の梱包があれば手っ取り早かったんですが、すべて捨ててしまっていたため、余っていた30センチキューブ水槽の梱包をつなぎ合わせて製作しました。地味に寸法を合わせるのが大変で結構時間かかりましたね。これの制作過程も動画にしようかと思ったんですが、撮影しながらだと一向に重い腰が上がらないと思ったのではしょりました。どうせ前動画にした作業と同じですしね。ちなみに壁面部分も前回同様100均のパーテーションを使用しています。そして肝心の今回使用するレイアウト素材を紹介していきます。それがこちら、低化石。こちらは前回リセットした水槽と同じ石ですね。正直流木に逃げようかと思ったんですが、この水槽は新居に引っ越して新たにセッティングしてからずっと成果石を主軸にしたレイアウト水槽を作り続けてきたので、その伝統を受け継ぎ今回も成果石でやっていきます。幸いなことに成果石は腐るほどありまして、というか成果石どころか石という石がベランダに放置されているので、そろそろ使わないとやばいです。野ざらしにしていたせいで入れていた段ボールがくしゃくしゃです。ちなみにレイアウト石の入れ物をいろいろ模索しているんですが、未だにいい箱に出会えていないので、おすすめの製品などあれば教えていただけると幸いです。この成果石、正確には成果石ではないものがほとんどなんですけど、どう見ても同じ石なので成果石として扱ってます。チャームの福袋で買ったものやら、ヤフーのキャンペーンで買ったものやらが混じっており、ざっと見ただけでも60キロは下らないです。それはこの2箱の段ボールに山積みにされた石の量を見てもらえればわかると思います。そしてこの成果石、実はこれだけじゃないんです。もう一つ隠し玉があります。それがこちら、上畑形状おまかせ成果石レイアウトセット。こちらはだいぶ前に動画で紹介していた上畑の60センチ水槽用レイアウトセットです。このセットは大中小と石の大きさがいい感じに分かれており、単価も結構安いのでおすすめの商品となっております。
以前このレイアウトセットで実際にレイアウトが組めるのか検証している動画も出しているので、よかったらそっちも見てやってください。こんなに外の段ボールはくしゃくしゃなのに、一丁前に未開封品のようです。未開封なのでご丁寧に一つ一つの石が紙で包まれており、開ける時のドキドキ感がありますね。ちなみに周りをちょろちょろしているゆきまるくんは、外の匂いがする段ボールと石に興味津々のようです。食べれないか段ボールをかじるところまではいいんですけど、石までかじろうとするんでビビりました。何でも食べようとするその精神、嫌いじゃないです。こんな感じで結構手頃なサイズの石がちょこちょこ入っているので、60センチ水槽だけでなく30センチキューブ水槽などの小型水槽でも満足いくレイアウトができるのではないでしょうか。というわけで最後の親石サイズの石を開封していきます。それがこちら。なんというかめっちゃ使いづらそう。毎回このレイアウトセットの親石ガチャ外れてる気がします。もっと使いやすくて置くだけでバチッと決まるような形のやつないんですかね。まあ選べないからこその価格だし仕方ないんですけど、正直いい形の石を選んで買おうとかなったら親石レベルだと余裕で1個1万超えてきますからね。そう考えるとキロ単価500円くらいなのは優秀な方です。というわけでこの有り余る成果石を大量に使ってレイアウトをしていきたいと思います。ちなみに今回はこの大量の石たちを使って山岳ではない石組みをしていこうと思うんですが、そこにはちょっと問題があります。山岳レイアウトなどであれば石を積んでスケール感を出す関係上、親石レベルででかいサイズのものは必要ないんですが、普通に石を組むのであればそれなりにでかいサイズの石が最低1つはないといけません。実はこんなに石は大量にあるのに、形がしっかりとしつつサイズがでかい親石が一つもないんですよね。先ほどの紙肌の親石もあれを主軸に使うレイアウトは自分の力量では作れませんし、他の段ボールにも入っていません。そこをいかに工夫してやっていくかが今回のレイアウトの肝となってきます。というわけでいろいろと講釈を垂れていたんですが、完成したレイアウトがこちらになります。いきなり完成形をお見せして大変申し訳ないのですが、撮影しながらの石組みは至難を極めるので許してください。こんな感じでうちに余っていた溶岩砂を流し込むことで仮組みセット内でソイルを入れた状態まで再現できる素晴らしさ。しっかり目張りしておかないと穴から砂がこぼれ落ちますが、しっかり閉じていれば問題ありません。というか今回初めて仮組みに溶岩砂を使ったんですが、ソイルのように使っても粉が出ないですし、繰り返し使えるので仮組みにはとてもいいですね。お金がない学生の頃に使い回せる定称として溶岩砂を愛用していたんですけど、取っておいてよかったです。ちなみに肝心のレイアウトはというとこんな感じで、中央やや左寄りに組み上げた石がメインで、左右は添える感じにしております。ここで結構悩んだのが先ほどの親石問題で、しっかり高さを出しつつ大きな石一つに見立てるために2つ以上の石を組み合わせて高さを出しています。奇跡的にこの下敷きになっている石と天を仰いでいる石の凹凸がマッチしているため、そこまで違和感はないと思います。押村区は天を仰いでいる石が反り返っているところでしょうか。もう少し斜めを向いていてほしかったです。というわけで仮組みセットから実際に空の水槽に移していきたいと思います。先に配置が決まっているので定称のセットも考えずにできるのがいいですね。そして今回はこちらの ADA パワーサンドを使用していきます。こちらは今後植栽していく水草のために用意したもので久しぶりに使用します。
実はチャンネルを立ち上げて最初にレイアウトした水槽にはパワーサンドを使ったことがあったんですが、それ以降一度も使ってなかったんですよね。正直その当時は効いてるのか効いてないのかわからないとかいう以前に、水草をうまく育てられていなかったので必要性を感じていませんでした。今回はおそらく肥料が結構いるであろう水草を使いたいと思っているので珍しく起用。なかなかお高いので有効活用していきたいですね。分量に関してはガチで適当です。続いてはいつもの栄養系ソイル、アマゾニアです。最近このアマゾニアも廃盤になったようで在庫限りでなくなるみたいです。未だに普通に販売されてるから実感湧きませんけど、鳴らす時に前傾までアマゾニアが見えないようにしっかりと傾斜をつけていきます。この時にちょっとパワーサンドが顔を出すのはご愛嬌。最後に使用するのはこちら、プラチナソイルスーパーパウダー。こちらはおなじみの吸着系ソイルです。これを一番上に乗せることで気持ち的に栄養を閉じ込めます。意味があるかは分かりません。効果なくても粒が小さく黒いので見た目的にもおすすめ。あとは先ほど仮組みした石をそっくりそのままこちらに移動させるだけです。というわけで移動させました。これが結構大変で、事前にいろんな角度から写真撮影をしていたんですが、なかなか同じようにはいきませんでした。石ってちょっと角度が違うだけで表情が全然違うので、同じような場所に置いても雰囲気がガラッと変わります。写真をしっかり撮っていたからまだ良かったものの、撮らずに移動させていたら大変なことになってましたね。あと仮組みと砂の量が違ったのもセット時の難しさを助長させています。ここら辺はやっていくうちに慣れてくるでしょう。そんな感じで紆余曲折を経てようやくレイアウトの骨組みが完成しました。ここに至るまで動画ではさらっと流していますが結構時間かかってます。上手い人なら水槽内でパパッとレイアウトしちゃうんでしょうけど、これくらいしても思い通りのレイアウトが作れないので時間がかかるのは仕方ないです。とりあえずは形になったので次回は植栽に移っていこうと思います。その作業中もアクシデントが起こって大変だったので楽しみにしていてください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram をやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。